こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は JLPT のテスト、テストに合格する人としない人、何が違いますかというお話をします。これは特に今日は話すのは読解、読む問題ですね。読む問題、あそこができない。だから合格できないんですという人のためのお話です。読解問題難しいですよね。では、じゃあ合格する人としない人は何が違うかというと、どう思いますか？あなたはどう思いますか？これですね、全然違います。はい。はい。で、何が違うかは実は違うことがたくさんあります。そうなんです。ですが今日は2つ紹介しますね。まずその1つ目が自分のレベルに合った本で勉強していますかということです。合格する人は自分のレベルに合った本でちゃんと勉強してます。ですが反対に合格しない人は自分のレベルと違う本を使っていることがとても多いです。例えば難しすぎる本を使っていたり、反対に簡単すぎる本で練習しているというと、なかなか合格できません。そうなんです。でも、じゃあ何が自分に合っている本かっていうのを自分で分かりにくいですよね。あと、本でそんなに違うんですかって思った人もいると思います。実は本で全然違います。レベルも違います。だからあなたに合った本は違います。いろいろあります。それもいつなのか、まだ勉強始めたばかりなのか、もうテストが近いのか、そしてあなたがどのくらい今できるのかということによっても、あなたに一番いい本というのは変わります。でも分かんないですよね、それね。本屋さんとかオンラインで買うとき、自分に一番いい本、今合う本はどれだ、それ分かんないと思います。自分だとね、勉強してる人は。そして2つ目ですね。合格する人としない人で大きく違うこと、それは問題しますよね。練習問題自分でやって、その後間違えてしまった、問題間違えてしまった後、合格する人はどうして間違えたのかなと答えをしっかり確認します。なんで違ったんだろう。1234選んでくださいの中で、あれどうして私を間違えたのかなというのをちゃんと考えますね。で、じゃあ次どうすればいいか、次の問題の時にどうすれば間違えないかというのを考えてます。反対に合格しない人は、間違えちゃった。答えは1じゃなくて2だったんだ。そっか。そっか。悲しい。残念。と言って終わり。これですね。そうなんです。やっぱりですね、なんで間違えたというのをしっかり確認する必要があります。本で勉強してたら、本の一番後ろに説明書いてありますね。あれを読むこと大事です。そうじゃないとまた似たような間違え方をします。で反対に正しかった時もどうしてこれは自分はできたのかということも自分でもよくわからないんですね。よくわかんないけど自信はないけどできました。それも危険です。だから本で勉強してる人はその説明ですね。本の後ろに書いてある説明を読む必要があるんですが、それも難しいですよね。そこに書いてあるの読んでも分かんないっていうことはあると思います。
はい。あれは説明はだいたい学校の先生のために説明が書いてある、そんなイメージが私はあります。これ勉強してる人読んでわかるかなって思ったことあります。うん。だからそれも本によっても違うんですね。答えしか書いてない本もありますよね。うん。あとは説明書いてあってもわかんない。読んでもわかんないというのです。はい。それだと残念ですが、一人で勉強しててもなかなかできるようになりません。うん。ですので、こうやって問題やった後の、どういうふうに答えをチェックするか、復習っていうのが大事なんですけど、やっぱりね、一人で勉強してて、説明読んでもわからないっていうことは多いと思います。そうそう。だからこそ、学校の先生が助けてくれたりするわけですね。ですので、私もオンラインクラス作ってます。ぜひ皆さんね、一人で頑張っててもなかなかできるようにならないという人多いと思いますので、ぜひクラスに来てほしいです。今、私のクラスは、ステップ2というクラス、読解クラスを開いています。これですね、読解ができないという人、読解の練習がしたいですという人、でも、どうやって練習すればいいかわからない。はい、そうですよね。とか、読解の合格の方法が知りたいですという人、はい、やっぱり方法ありますよ。そういう人、ぜひぜひ、私のクラスに来てください。私のクラス、ライブのクラスとビデオで勉強できるクラスがあります。ライブは私と一緒に話しながら勉強しましょう。そしてそれは時間がないんです、仕事ですとか国の時間が合いませんという人は、それをビデオで見ることができます。このライブの授業をビデオで、見ることができますので、どちらに来ても同じですね。そうそう。だから時間がないんですという人はぜひビデオの授業に入ってください。詳しくは、今日のこのビデオの下、はい、今見てるビデオの下にクラスのリンクが書いてありますから、そこから見てください。はい、ディスクリプションですね。見てくださいね。ぜひ皆さんクラスに来て一緒に勉強しましょう。ビデオでも勉強できますので、ぜひ見て合格してください。こんにちは、日本語クラスです。JLPT N2 レベルの読解リーディング問題を一緒に読んでみましょう。はい、JLPT だと一番最初に出る短い読解問題ぐらいの長さです。はい、この1ページともう1ページ、この2つです。はい、実際のテストにもこのぐらいの長さが出ます。はい、一番最初の問題です。じゃあまず私読みますね。はい、耳だけで聞いて、どれだけわかるかなとチェックしてもいいと思います。はい、ポッドキャストとして使ってもいいと思いますよ。ではまず読みます。食事中は会話を楽しむことも大切ですが、無理に話題を振ったり声を大きくしたりすることなく、周囲の人々とのバランスを考えながら会話を楽しむことが重要です。さらに、食事の際には他者への配慮も欠かせません。食べ物を取り分ける際には他者の分も考え、思いやりの心を持って行動することが求められます。そうすることで、より円滑なコミュニケーションと他者からの信頼を得られるでしょう。はい、これが今日読む問題です。はい、JLPT ではこの読解のタイトル、これはどういうテーマですというのは書いていないですよね。はい、自分で読みながらこれは何のテーマだろうというのを考えながら読まなければいけませんね。はい、ですからここにも私も書いていません。はい、このテーマは何か。はい、まずじゃあ考えながら、もう一回読んでいきますよ。
じゃあ、まず読みます。最初。食事は会話を楽しむことも大切です。ですが、でも、無理に話題を振ったり、これ、無理に話題を振る。話題を振る。ちょっと難しい言葉です。これは、話題というのはトピックですね。何か話したいこと、この話をしようと。食事中誰かと一緒に食べていて、静かに食べてる、黙って何も話さないで食べていると、ちょっと雰囲気モードが悪いから、何か頑張って質問したりする、はいということです。あんまり実は興味ないのに、今日の朝何食べたのとか、昨日は何をやっていたのとか、別にあんまり興味ないんだけど、それを頑張って相手に聞くというのがこれです。無理に話題を振ると言います。振るって言います。はい。話題を振るです。で、それをしたり、声を大きくしたりすることなく、だからしないでの意味ですね。何々しないで、書くときはなくとなることが多いです。周囲の人々、周りの人々とのバランス。はい、バランスは英語と同じです。バランスを考えながら会話を楽しむことが重要、大切ですと言ってます。はい。ですから多分この話は、食事のことだと分かりますね。はい。だから食事中は会話を楽しむことも大事だけど、無理に話をしたり声を大きくすることはしないで、周りの人とうまくバランスを考えて話すことが大切ですという意味ですね。じゃあ次いきます。さらに、はい、これとても大切な言葉ですね。プラスアルファ、そしての意味ですね。前話していたことにもう一つ言いたい、大事なことを言いたいですという時に使います。さらに、食事の際は時の意味ですね。食事の時には他者は周りの他の人への配慮。はい、これも N にとっても大切な言葉ですね。配慮は他の人を心配する、考えるの意味です。はい、周りの人のことを考えてあげる。自分のことばかり考えるじゃなくて、周りの人のことを考えてあげることが配慮です。配慮も欠かせません。はい、これもとっても大切な言葉です。欠かせないはなくすことができないの意味です。はい、これ学校を休みます、欠席しますの欠ですね。これそうですね。ですからないの意味です。だから食事の時は他の人を心配する、考えることも忘れてはいけない、なくしてはいけませんの意味です。食べ物を取り分ける時には、食べ物を取る時、はい、例えば大きいお皿に食べ物があって、それをみんなで分ける、シェアする時、その時ですね。食べ物を分けるときは他者の分、他の人の食べるものもここは手がないです。書くときは手書かないことが多いです。考え、思いやりの心を持って行動することが求められます。求められますは必要です。はい。思いやりは、配慮と似てます。相手のこと、人のことを考えてあげることです。思いやりを持つ。思いやりの心。はい。思いやりの心を持って、周りの人のことを考えて行動する。take action ですね。アクションです。行動することが必要です。はい。そうすることで、そうするのそう。こういうそうとかこうするとかああするとか
こう、そう、あ書いてあったら気をつけてください。そうするというのはそれです。それ。だからそれは前のことです。ここです。思いやりの心を持って行動することです。はい。それをすることで、それをしたらの意味です。それをしたら、より円滑なコミュニケーション。円滑。これは難しいです。はい。N1 レベルに近いんですが、N2 でも読解だと出てきてしまう場合があります。はい。これは円滑というのは問題なく、問題が起きないでスムーズに何かがうまくいくという意味です。はい。だからうまくいくような問題ないコミュニケーションができる。そしてそれと他者からの他の人からの信頼。はい、これも N2 の語彙ですね。信頼は信じてもらう。頼ってもらう。あなたはいい人ですね。と。信じますよ。あなたを信じます。と。信頼を得られるでしょう。得ますはゲット。もらうですね。だから他の人から信じてもらうことができると思いますの意味です。はい。ちょっとここだけ難しいですね。もう一回確認すると、周りの人のことを思って行動すれば、コミュニケーションもうまくいく。食事の時だけじゃなくて、コミュニケーションもうまくいくし、周りの人からあなたは信じてもらえますよという意味です。はい。だから食事をするだけの話ではなくて、食事のマナーだけの話ではないですね。これね。マナーももちろんですが、マナーを守りながら食事すると、この人はとてもいい人だ。周りのことを考えるいい人だと人は見ている。そしてあなたは信頼をもらえます。信頼を人から得られますよという話でした。はい。どうですか、知らなかった言葉、ぜひこれ N2 語彙たくさんありますので、ぜひチェックして覚えてくださいね。では私の YouTube ではもっともっと JLPT の勉強ができます。はい、N2 の語彙とか文法もたくさんビデオありますし、もしニュースを読みたいな、ニュースも読んで言葉を勉強したいなという人はあります。そういう YouTuber ありますよ。あとは N1 の勉強もたくさん YouTube にあります。はい。あとはビジネス日本語のビデオもあります。ぜひたくさん日本語を勉強してください。そして JLPT の読解問題、はい、もっともっと勉強したい人はビデオがあります。JLPT N1 と N2、はい、読解ビデオ、これは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい、このリンクをディスクリプションとコメントのところに書いておきますね。そこから詳しく見てください。そして私の Zoom レッスンもあります。ビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンをしています。はい、ぜひ一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。全部私のオンラインレッスンのリンクから詳しく見られます。皆さんからの質問、学生さんからよくある質問です。読解について4ついきます。1、読解って難しい。みんな言いますね。はい。好きな人もいますけどね。嫌いな人が多いですね。どうしてもね。N3 はできるけど、N2 の読解はどうやったら点数を取れますか？点数はポイント、スコア、マークですね。そう、どうやってこれ、読解問題は全部の問題が難しいじゃないんです。そう、簡単な問題もありますよ。はい。
それに、たくさん書いてあるってね、私読みます。大丈夫です。それに、100点取らなくても合格できます。もう 100% できなくていいんです。もちろんです。はい。大丈夫、大丈夫。問題は N2 は5つのタイプがあります。問題がいろんなタイプあります。短い話とか少し長い話とかインフォメーションを探しますとかいろいろあります。これ5つあります。これ全部のタイプができなくても大丈夫です。全部のタイプできなくても合格基準点というのは合格するのに絶対に19点必要ですね。19点までは取れます。大丈夫。全部できなくて大丈夫です。じゃあどれをすればいい？どのタイプをすればいいですか？それはあなたはとのタイプをよく練習してくださいと私よく言います。はい。これは練習しやすいからです。はい。じゃあ次。読むのが遅いんです、私。時間がかかります。ね、テストの時、全部読み終わりません。どうすればいいですか？はい。心配ですね。大丈夫です。全部読まなくて OK です。読まなくていいです。はい。全部読まなくても点数、スコアは取れます。大丈夫です。できます。あなたはテストの時、をまずします。最初、これ。次、これを読みましょう。はい。と、よくアドバイスします。話します。はい。大事なのは、全部読まなくていい。これですね。ね。じゃあいいんだ。ちょっと安心しますね。そう。全部読まなくて大丈夫です。次。読めるんだけど、読めます。大丈夫。読めます。いいですね。でも、合格点まで、合格するスコア、合格のポイントまで、あとちょっと足りません。ないんです。どうすればいいですか？あとちょっとですね。その人は、あなたは、タイプをたくさん練習してくださいと言います。このタイプは練習すると点数、スコアが上がりやすいというのがあります。はい。何々タイプが、これです。何々タイプが読めると得点もスコアですね。自分のスコアです。が上がります。アップします。良くなります。私のクラスでもこれの読み方を練習します。はい。これまでの、ね、私、ですね、ここ知りたいですね。この答えは、クラスに入った人にアドバイスします。ね、すみません。ここではちょっとまだ言えないです。はい。最後の質問いきましょう。これ。問題は読めるんだけど、問題も読むのあまり遅くないし、漢字もわかるし、語彙もわかる。読めます。でも、答え ABCD とか1234どれですか選びますね。その時間違えます。どうして？私読んだ。でも答え違う。私2だと思ったら答えは4だった。どうして？これです。はい。これは読み方が違います。答えの出し方が違います。読み方というのが大事です。とても。はい。読解は漢字大事ですよね。N2 の漢字とか語彙、これ語彙です。ボキャブラリーです。語彙の意味を知っているだけ。意味わかる。漢字も読める。意味わかる。語彙も意味わかりますよ。それ知ってますよ。それだけでは正しい答え、本当の答えを出せません。ここが難しいですね。筆者は書いた人です。
読解を書いた人の文章、その話を正しく理解する必要があります。これが難しいんです。はい。残念ながら、これちょっと言い方難しい。残念ですがの意味ね。残念ですが、このタイプの人、こういう人です。読めるんだけど ABCD で間違える人は、一人で勉強していてもなかなか間違いに気がつけないです。自分でどうして違う、これわからない人が多いです。誰か先生に教えてもらいましょう。私じゃなくてもいいから誰か先生に教えてもらった方がいいです。一人で勉強しない方がいいです、この人は。はい。もし私だったら私のビデオレッスン、これ私のレッスン授業はビデオでします。ビデオレッスンでは正しい読み方、どうやって読めばいいですか、これですね、と答えの出し方、この ABCD もよく読まなければいけません。これの出し方を説明します、話します、教えます。ですからそれが分かるようになると思います。これが分かるようになると思います。はい。じゃあ、誰が教えてくれる？ね、これももちろんでしょってね。これ 100% 私が教えます。はい、私です。これですね、日本語学校やオンライン学校ですと、たくさん先生がいるんですね。先生たくさんいて、自分で先生を選べない。この先生がいいです。この先生じゃなくて A じゃなくて B の先生がいいですとかね、選べないことが多いです。はい。それか、特に日本語学校とかだと入って先生誰かは全然もちろん選べないです。学生は選べないです。はい。でも、ね、これはオンラインで私だけだから、はい、100% 私教えますから、私がいいと思った人はですね、私ダメですという人は来ないでいいですよ、もちろん。はい、私がいいなと思ってくれた人は、私一生懸命教えますので、ぜひ来てください。で、じゃあ私ってどういう人っていうのね、あんまり今まで、話してるけど、もう一回言おうと思います。私についてです。私はですね、私は、教師歴と読みます。これね、漢字。今日漢字がいっぱいありますが、JLPT には出ない漢字たくさんあるから読めなくても大丈夫ですよ、皆さんね。教師歴というのは何年という意味です。教師は教える先生ですね。ティーチャーですね。先生をしている、この仕事しているのは私は13年目です。はい、今年2022年で13年目になりました。はい。で、私は大学院で、日本語教育学を専攻メジャーですねしてました。これは英語だとこれだけど、外国人の方とか、子供の時から日本語を使っていない、そして、外国語として日本語を勉強する人のためにどうやって日本語を教えればいいですかというのを研究していました。はい、そうですね。そういうのを日本語教育学と言います。はい。で、私は大学とか日本語学校とかで教えてました。で、日本もだし海外でも教えていました。指導と読みます。これ指導は N2 だったかな、覚えた方がいいかもで N2 じゃないかな、ちょっと難しすぎると思いますね。これ教えるっていう難しい言い方です。はい、教えてます。そして、どういう学生ですかというの、ヨーロッパの人、アメリカの方とかアジアの学生、アジアもいろいろですねの方々とか、世界各国いろんな国、世界各国の学生さんです。2500人以上の学生さんに教えてきました。はい。で、指導レベル、どういう
レベルの人ですか、ね、日本語も上手な人に教えましたか、いえいえ、私教えたのは、初級一番最初から上級一番上のレベル、上手な人までいろんな人に教えています。これです。例えばひらがなカタカナ、もう一番最初ですね。これね、ひらがなカタカナ読めません。はい、教えます、ね、教えますはね、はい、教えますね。これ言うと学生わかりませんね。大変なんですね。ひらがな、カタカナ教えますね。はい。しますよ。これも。ひらがな、カタカナ。うん。とか、大体レベルだと一番最初ですから、N5 レベルですね。そう。こんにちは。ね。皆さん、こんにちは。私は、ね、これです。日本人です。例えばですよ、これそう。こういう風に話すですね。N5 レベルの人ももうたくさん教えていますし、一番上の N1 レベルの人も、はい、たくさん教えています。あとはEJU って知ってますか？日本留学試験と言います。日本の大学に入りたい外国の方々、外国の人に、テストがあります。日本人と同じクラスで勉強するんです、この留学生は。だから日本語とってもできないと日本人と勉強できないですね、大学で。そのための試験があります。難しいです。これもEJU と言います。これもよく教えています。はい。で、N1 レベル一番上と言ったんですが、実はまだまだです。N1 の上にビジネス、仕事の日本語ありますね。はい。これも教えています。はい。ですので、一番下から、一番上までいろいろな方に、教えてきました。はい。よかったらクラスに入ってみる。ね、来てみてください。はい。で、どうやって入ればいいですか？これはじゃあ、この下を見ましょう。この、そう、ディスクリプション。この今、皆さん見てくださってるビデオの下。ですね、この絵をね、見ていただくとわかる通り、日本語だとひらがな一言だけなんです、名前がね。これですね。マスキートーズ。チュー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 ね。噛みますって言いますね。痛いってね。そう。これ、と言います。はい。で、スーンと飛んで、私たちの手とか足とかを、こう、刺すって言うんですね。刺す。これですね。漢字だとこれ。はい。だから、蚊に刺されて、ーって、痒くなるって言います。痒いってね。もう気持ち悪い感じありますよね。これで、痒くなるって言います。で、これ日本だと、暑い夏に、蚊が出てきます。蚊が出てくるっていうんですね。生まれてきて私たちの体を刺す時に、もう蚊が出てきたねって、夏が始まるねって言うんですが、本当に今の日本、もう蚊が出てきてます。私ももう、昨日も刺されました。はい。で、だけど、日本だと、もうかゆい、もうやだね、蚊がいるねっていうだけで、だいたい話は終わるんですが、あの世界には怖い蚊の種類がいますよね。皆さんの国だとどうでしょうかね。その特別な蚊に刺されてしまうと、プスッとね、刺されると、もう高い熱が出てしまうという、本当に怖い蚊がいますよね。で、お年寄りとかだと亡くなってしまうっていうこともあるみたいですよね。子供とかもちょっとね、小さい子供も危険かもしれないですよね。あの
で、私は日本に住んでる時は全然そういうその種類の怖い蚊が日本にはいないので、あのよく知らなかったんですが、私が仕事の関係でマレーシアに仕事でね住んでいた時があったんですが、その時初めて蚊って怖いっていうのを知りました。学生が私大学で日本語をね教えてたんですけど、学生がね時々休む時があって、急にね昨日まで元気だったのにあの休むって聞いて、どうしてですかって聞いたら、その友達が教えてくれたんですけど、デング熱ですって言うんですね。デングってその時初めて知ったんですけど、デング熱ってね、日本語でカタカナで書きます。デング熱、熱はフィーバーです。あのこの特別な蚊に刺されると、すごく熱が出てしまうっていうものですね。何日も休んでました、その学生たち。何人もいました、休む学生。だからやっぱり怖いですよね、本当に。なので、私からね、日本に住んでいた私から見ると、蚊に刺されただけでそんな熱が出るのってちょっと本当最初びっくりしたんですけど、いや本当に怖いですよね。で、そのようなね、熱を出させる怖い蚊が今世界中、特に暑い国でかなり増えているっていうニュースが日本でもニュースになっています。はい。で、もうね、もし皆さんがその国にいたら、暑い国に住んでる人だったら、もうそうですよ、知ってます、もちろんっていうふうにね思うと思うんですね。そうだからちょっとそうだよって思いながら聞いてほしいし、ちょっとニュースをね読みながら新しい言葉今日ね読んでいきますので、こういう難しい言葉あるんだってね、ちょっとね今日難しいので言葉、はい、それも含めて勉強してもらえたらいいなと思って、今日このトピックにしました。はい、だからアジアの人は、そうなんですっていう話だし、ちょっと、知らなかったって話も入ると思うけど、例えばロシアとか、寒い国に住んでる人、ヨーロッパに住んでる人には、あの、っていう、そうなのっていう、知らないっていう話だと思うので、それぞれの皆さんの住んでる場所によってね、考え方、このニュースに対しての受け止め方が変わると思うので、それぞれまたメッセージとかで送ってくれたらいいなと思います。はい、みんな思ったことをね自由に送ってください。はい。で、今日ねニュース言葉難しいです。で、あんまり私は簡単にしてないので、今日ニュースの言葉を。で、漢字も読み方をあんまり書かなかったから、本当に難しいと思います。すごく読めるって人は N1 ぐらいのレベルって思ってもいいと思いますし、ただ青で書いたのは N2 レベルの漢字なので、漢字と語彙なので、それはねしっかり覚えた方がいいので、そこだけでも分かればまずはいいと思いますよ。で、意味は私今日できるだけ簡単に説明して、少し早くね終わるようにしたいと思います。アジアの人ね、早く寝ないといけないですからね、明日またね仕事とか学校ありますからね。じゃあ行きましょう。読みますね。行きます。かゆい。かゆいはさっきのってね、蚊に刺された。ちょっとこれ意外と知らない人いるからこれでってね、刺されてかゆいよってこれです。痛いんじゃないですよね。ってなんて言います、この気持ち悪い感じね。そう、かゆいっていうのね。これからいきましょう。じゃあもう一回読みますね。ここのページちょっと一回全部読みますね。かゆい、うるさい、夏に向けて煩わしくなる蚊が今深刻な脅威になっている。蚊が媒介するデング熱の感染者が東南アジアや中南米で過去最多の800万人に上っている。日本でも海外に渡航し、
感染した人が今年確認されている。はい。このページとても大事なことが書いてあります。はい。今ちょっとみんなのメッセージをね、読んでるんですけど、えっ、と、えー、今、アトミックさんのが、メキシコでたくさんありますってやっぱ書いてある。アトミックさんメキシコなんですか？そうか、そうか。えっ、と、ハングルの方はね、マラリアって書いてある。そう、本当ですよね。マラリアもありますよね。マラリアなんてね、ほんと怖いですよね。もうやだ。どうすればいいの？もう日本はないですけど、だけどちょっと後で読むんですけど、買って、飛行機の荷物を入れるところに一緒に入って、一緒に海外に行ってしまうらしいですね。一緒にみんなと一緒に海外旅行に行けるんですね、蚊がね。本当にもうやめてくださいって感じです。だからね、言うとみんなの国にその飛行機飛んでれば行くんです。蚊も「こんにちは」って言っちゃうから、これ本当にうちの国は寒いから関係ないよっていう話ではないっていう、本当に怖いねって思いますよ。そう。MM さんも、MM さんどこの国なんだろうね。雨季ですね。これ雨の時ね。雨の時になるとデング熱がかかりやすいですね。ねえ、本当ですよね。そう、だから、東南アジアはそう、雨がたくさん降る時はね、蚊がいっぱい出ますよね。そう、でもちょっとじゃあ読んできますね。これ、もう、かゆい、うるさい。蚊がうるさいってことね。ズーンってね。夏に向けて煩わしくなる。これはね、難しい言葉です。N1 の人でも難しいから、別にそこまで覚えなくていいけど、煩わしいっていうのはうるさいってこと。うるさいとか迷惑だっていうことです、これ。夏になる、どんどん暑くなると、どんどん迷惑、うるさくなる蚊、マスキートが今深刻、とっても重いってこと、とっても重い脅威になっている。脅威は N1 レベル、深刻は N2 レベル、深刻は seriously、 大きな、とても大きな問題ってことですね。深い問題、大きな脅威はですね、これ怖いことってことです。これすっごい意味が重いです。脅威っていうのは本当にどうしよう、怖いっていう、コロナと同じです、イメージは。もうどうすればいいの、どうやって逃げればいい、どうやって解決すればいい、わからない、死ぬかもみたいな、怖いって、そのぐらいのレベルの怖さっていうのが脅威ですね。蚊ですよ。小さな蚊だけど脅威ですよ、本当にね。脅威になっている。で、蚊が媒介するデング熱、ここ媒介はですね、N1 ぐらいかな。媒介っていうのは広げるってことです。広げる、蚊が広げる、デング熱の人を広げる。さっきのね、熱が高く出る病気ですね。蚊に刺されて熱が出る病気がデング熱、これです。デング熱の感染者は病気になる人が東南アジアや中南米、だから中南米だとアメリカより下ってことかな。ブラジルとかですかね。チリとかね。アルゼンチンとか。私の YouTube チャンネルね、聞いてくださってる方多いんですよね。中南米の人ね。大丈夫かなと思って、ちょっと、そういう意味もあって、今日このトピックにしたんですね、私。東南アジアはもちろんでしょ。ベトナム、タイ、マレーシア、台湾、もういっぱいいるじゃない。東南アジアの人、暖かい国の人、インドネシアもそうだしね。もちろん他の国、今全部言ってないですけど、暖かい国の人ね、カンボジアの人とかもね。ここで過去最多、今までで過去だから一番最も多い。過去最多っていうのはこれね、言葉は覚えた方がいいです。N2 の人も N1 の人も。今までで最も多いって、一番多いの意味の800万人に上っている。上っているは、そのぐらい増えているっていう意味です。800万人ってこれちょっと本当にやばいです。本当に
まあ人口ポピュレーションもたくさんいますけど、これってすごいことですよね。みんなの国大丈夫ですか？どのくらいになっちゃってます？ちょっと詳しく私調べてないけど、メッセージでね、後で送ってほしいです。自分の国、学校で何人になってますとか、会社で例えば10人に1人はデング熱になってますとかね、例えばね、10人に1人なんて多すぎますけど、なんかそういうのがあったらちょっと教えてほしい。これだ、本当にやばいんだなと思ってますよ。で、増えてると。で、日本でも外国に渡航だから、飛行機で行った人とか船で行った人が感染、その病気になった、デング熱になっちゃった人が今年2024年確認されてます。日本人もいます、なってる人。はい。で、なって日本に帰ってきたりとかね、まあそういう人がいるよっていう話なんですね。で、じゃあどんどん行きましょう。で、この後がね、本当に皆さん知ってますって話、次の話、びっくりしちゃった。次の話ね、いきます。読みますね。しかも1000倍の殺虫剤をかけないと死なないスーパー耐性蚊まで出現した。この蚊は2年前に世界で初めて日本の研究チームが東南アジアで発見した。はあ、怖い。ちょっと、私だけですかね、今怖いと思ってるの。ここですね、いきますよ。しかもっていうのは、プラスアルファ、そしてっていう意味です。1000倍の殺虫剤。これは、虫を殺すですね、これね、漢字。虫を殺すための薬です。薬。みんなの国でありますね。日本でもありますよ。虫がねいた時に殺す薬で、私がマレーシアで見たのはもうスモークみたいに例えば午後何時から何時まで午後3時間はずっとその殺虫剤をまくそういうね薬をずっと外の森の方に向かって木のとこにシューってなんかおじさんたちがこうマスクをしてシューってかけるって言ったんですよ。であれで顔を殺してるんですね。だから日本はねほとんどそういうの見ないです。もちろん東京はない、そんないないからか。だけどでも田舎の方に行ってもそんなに日本はねそんな森にこう殺虫剤をかけて蚊を殺すっていうことまではしてない。危険な蚊が少ないからだと思うんですね。だけど東南アジアとか多分中南米とかブラジルとかだとこういうのをねやっぱりするんですよね、きっとね。でこれをやってたんだけど、それのいつもやってる薬の1000倍です。1000倍の薬をシュッと蚊にしないと死なないんです、その蚊。ってね。それが名前がスーパー耐性蚊と言われています。出現っていうのは出てきたってことで、この耐性っていうのはちょっと N2 のちょっとレベル高い N1 に近いけどね、耐性って言葉はちょっと覚えた方がいいと思います。耐性の耐が特に大事で我慢するって意味、耐えるって言うんですけど、我慢ができるんですね。いや死なないよ、私たちは死にませんよ、そんなシューってやっても私たちは死にませんよ、ふふふって言うの。それ耐性があるっていうんですね。強いってことで、耐性はこれ蚊だけじゃなくても使えます。何ですかね、例えば小さい赤ちゃん、子供、ベイビー、赤ちゃんはいろんなウイルスに耐性がないです。これね、耐性がない。それは赤ちゃんはお母さんから生まれた後いろんなウイルスが体に入ってないですね。だからいろんな病気になりやすいですね。だからワクチンを打ったりしますよね、赤ちゃんは。とても危ない病気にならないようにワクチンを打ってる。
だけど大人の私たちはもういろんな汚いものとかをもう体に入れてますから、耐性があるっていうんです。強いです、私たち。そんな簡単に病気にならないですね。赤ちゃんよりは病気になりにくいですね。だから私たち大人は耐性があるっていうんですね。強いってこと。だからこのスーパー耐性化っていうのは本当に本当に本当に強いってことです。どのくらい強いかというと、今までいた蚊の1000倍強いってこと。もうこれって思って、私もびっくりしちゃった。ですね、今日写真はないんですけど、実験をしてる写真を私見ました。今までのこの殺虫剤をそのね蚊にかけても全然死なないんです。元気に飛んでるんですね。でもうってもうどうしようって思ったんですけど、でいっぱいにかけるとやっと死ぬっていうね。大変で、これが皆さんの国にいる可能性があるんです。暖かい国の人は。そうスーパー耐性化で、このスーパー耐性化は2年前に世界で初めて日本の研究チームが見つけました。どこで見つけた？日本じゃありません。東南アジアで見つけたということ。で、これどこの国かははっきりニュースに書いていませんでした。ねえ、見つけちゃったんですね、研究チーム。あらららら。で、それでもうちょっと行こう。読みます。ここ行きます。ここはでもそんな難しくないです。読みますね。日本の研究者はこのスーパー耐性化が各地で増え続けていることがデング熱の感染拡大に関係があると見ており、この蚊がどこに生息しているのか世界の専門機関と連携し調査を急いでいる。はい、ここはね難しいこと書いてないです。はい、安心してください。このね研究している研究者の人たちは、このスーパー耐性化、もう強すぎる蚊たちが各地いろんなところ、世界中です。世界中のいろんなところで増え続けている。増えてるんですね。怖い。わー、怖いな、本当に。増えていることが今、デング熱の人が増えてしまっている。感染、病気にうつるですね。これはコロナ感染とかもありましたね、言葉ね。病気にうつる。拡大はどんどん広がっていく、増えていくの意味。病気にかかってしまう人が増えていることに関係があると見ているっていうのは、と予測している、多分そうだと思いますっていう意味です。これ見ており、よくニュースで出てくる言い方です。この蚊がどこに生息、これは漢字簡単ですね。生きている、息をしている、ブレスしているってね、生きているがどこでね、どこにこの蚊はいるのかっていうのを、蚊はやっぱり飛ぶことできますからね、いろんなとこ行けますから、はっきりまだ分かってないみたいです。ここにすごく多いっていうのがまだ分かってない。で、世界の専門機関と連携、漢字見たら意味わかりますね、少しね。連はですね、これ連絡しますの連だけど、連絡するっていうのは誰かとつながる、コネクトするっていうイメージですよね。だから世界の専門の、専門的に研究している人たちとつながって一緒にっていうこと、調査をしている。これ誰がって言ったらもちろん日本の研究者はですよ。日本の研究者たちは世界中の研究者の人たちと一緒に協力して今調査を早く急いでやってますっていう意味です。でちなみにこの K は携帯電話
スマートフォンですね。ハンディフォンの携帯電話の携と同じです。これね。はい。連絡の連と携帯電話の携でした。ね。だから多分なんですけど、世界中の研究者がこれをね、研究してるんだけど、たまたま日本が、一番最初にこのスーパー耐性化を見つけて、どこにいるんだろうと。日本人だけで探してるとやっぱりね、情報も少ないし、もっとみんなで協力して早く探そうと探してるってことです。うん。でもうちょっとありますよ。読みますね。日本の研究者によると、同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用されることによって、殺虫剤に強い遺伝子を持った蚊が生き残ってスーパー耐性蚊となったと言っているってことです。はい。これは日本の研究者がこう何々と言っていましたってことですね。何々によるとですね。によるとはもう N2 ではもうよく出てくる。N2 以上ではよく出てくる言い方だし文法ですね。誰々の話を聞いたらこの人はこう言っていましたよっていうことですよね。内容は何を言っていたというと、同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用される、使われる。ここで成分っていうのはN2、N1 レベルの言葉ですね。成分っていうのは何でできているかの意味。殺虫剤が虫を殺すための薬ですね。蚊を殺すための、モスキートを殺すための薬が何でできてますかっていうの。何がその薬に入っていますかっていうのが成分です。成分はこれは薬でもよくやっぱり言う言い方。この薬はどんな成分でできてますかとか、この食べ物の成分は何ですか、一番多い成分は何ですかとか言ったりもします。タンパク質ですとか、何でビタミン C ですとか、どんな成分ですかですね。そうね。じゃあ同じものでできてるってこと。同じものでできてるこの薬が繰り返し何回も何回も使われると、殺虫剤、この薬に強くなってしまうんですね。蚊がこの薬に強い遺伝子は意味は DNA です。 DNA、強い遺伝子を持った蚊が生き残る。それがスーパー耐性蚊になる。もう一回簡単に言うと、いつも同じ薬を蚊に、ほらこれを薬で死ぬだろう、死ねーってシュッってやっても、どんどん蚊がですね、あの薬知ってる、いつもあの薬で僕たちのことを殺そうと思ってるでしょ。ダメだよ、僕たちはもう強くなってるの、その薬では死なないよ、シャキーンってなってしまってるってことです。全部の蚊じゃないんだけど、やっぱり強い蚊っていうのがいるんですね。人間でもいますよね。人でもね、すごい体が強い人っているじゃないですか。そういう感じ、イメージは。だからどんどんその薬では効かない、効果がない。で、強い蚊がどんどん生き残って、どんどん子供もね、どんどん強くなって、お父さんも死ななかったから子供の僕たちも死なないよって言って、どんどん強くなって、それが最終的に結果的に1000倍強い蚊が生まれてしまったということです。すごいですね。 DNA がどんどん強くなってる。コロナウイルスもそうですよね。コロナウイルスも最初のワクチン、一番初めのワクチンはもう効かないっていうのありましたよね。もうダメです、ウイルスが形が変わりましたっていう、強くなってますっていうのあったでしょ。それと同じことが蚊でも起きています。困りました本当にね。
どうしよう。じゃあ続き、もうちょっと。どうしよう。どうしよう。ということで人間も考えましたよ。大丈夫。頑張ってます、人間。行きましょう。読みます。現在、海外との往来が増える日本でも感染リスクが警戒されている。このような殺虫剤が効きづらいかが出現する中、どう身を守ればよいのか。新たな対策に注目が集まっている。はい。これで終わんないです。次ありますから大丈夫ですよ。ですね、ここはですね、まだちょっと、どうすればいいの？早く答えを教えてくださいっていうページです。ここね。ちょっと読みます。こういう新聞らしいですね。こういうね、ことを書いてある。現在、今、外国との往来、これ漢字簡単なんですけど、意味ちょっと難しいと思います。はい。外国との往来が増える日本。なんでしょう、意味。外国との往来が増える日本。はい。これは、外国の人が日本に来る。そして日本の人も外国に行く。だから行ったり来たり行ったり来たりするという意味です。外国の人が、行ったり来たりするし、物も行ったり来たりする。で、物も最初言った通り、物を運ぶ飛行機の中に蚊が一緒に入っています。乗らないでくださいってね。あなたパスポート持ってますかって言いたいですよね。この蚊、おい蚊、何飛行機乗ってるんですかってね。あなたちょっと飛行機乗るんだったらお金払ってとか、もうパスポート見せてくださいって本当私は思いますけど、蚊がですね、荷物の中に入ってしまうみたいです。で、だから日本からも何か行くし、外国からも日本にもその蚊が来る可能性があるんですね。そのとっても強い蚊が。これはみんなの国にも行く可能性がもちろんあります。はい。ダメでしょ。行かないでって思いますけどね。パスポート持ってないんだからね。その理由じゃないですけど、行かないでって思います。で、外国との往来が増える日本。ね、もう本当にもうコロナはね、終わったと考えていいですから、いろんな飛行機たくさん飛んでるし、本当に飛行機増えてます。で、今、日本に来る外国の人、本当にどんどん増えているらしいんですね。コロナの前の多かった時、コロナの前でうわー日本にいっぱい外国の人が来ていませんってニュースで言っていた時より今の方がもっと来てるというか、来る予定だって言われてるんですね、日本に。今日本は円安、日本の円が安いからやっぱり旅行しやすいんだと思うんですね。みんな来ちゃってます。いらっしゃいませ。来ていいんですけど、そうすると飛行機も増えますから、蚊も一緒に来る。僕たちも日本に行ってみたいってね、乗ってみよう、この飛行機に乗ってみよう。わかんないですけどね、偶然来るんだと思うんですけど、来ちゃうんですよ。だから来ちゃうから、日本に来ちゃう、蚊が来ちゃうから感染。日本にも来て、日本の人もその蚊に刺されるリスク、危険ですね。リスクは危険が警戒されている。警戒。はい、N1 レベル。警戒は、意味はとっても危険です。皆さん気をつけてくださいっていう意味です。警戒されてる。注意っていう意味。そう。でもそんなこと言われても、わかんないですよ、蚊。あんまり見えないし、蚊が飛んでるとこね。どうしよう。ね、警戒されてる。で、このような殺虫剤が効きづらい蚊。もうさっきのですね、1000倍強い蚊ですね。効きづらい蚊が出現する中、出てきている中、どう身を守ればよいのか。どうやって私たちの身はですね、体のこと。体を守ればいいんですか？どうすればいいんだ？新たな対策に注目が集まっている。新たなは新しい。対策っていうのは N2 レベルで大事です。対策は解決するソリューション。
どうやって問題をなくせばいいかという方法のことです。これね、どうやればいいかなってみんながどうしようって言ってる。でこの後ちゃんと方法が書いてあります。大丈夫、皆さん行きましょう。例えばこんな方法があります。はい、読んでみます。行きます皆さん泣かないで大丈夫です。皆さんは大丈夫、死なない、大丈夫、行きましょう。デング熱の感染者数が去年13万人を超えたタイ。13万人を超えたタイで大丈夫ですか？タイの人。タイで日本で開発された蚊よけクリームが使われ始めている。これは従来の虫よけ成分は入っておらず、化粧品やシャンプーに使われる成分が入っている。それに特殊な加工をし、蚊の対策に生かしている。おー、私は知りませんでした、このニュースをタイの人は知ってるんですか？ちょっと写真を今日見せられないんですけど、多分タイだと結構有名なんだと私はニュースを見て思いました。違うかな？ですね、もう一回見ますよ。デング熱の感染者数が、かわいそう、デング熱になってしまう人が去年13万人を超えた。13万人以上ってことです。超えたって思います。13万人以上になっちゃったタイでは日本で開発された作られた蚊よけクリーム。よけっていうのはアボイド、英語のアボイド、蚊が来ないようにするっていうことです。蚊に刺されないようにするクリームです。これね、蚊が嫌がる、蚊が嫌いなクリームを作ったんですね。蚊が嫌いなクリームがタイで使われ始めてますと。でこれは従来は N1 レベルで大事ですよ。従来は意味は今までのって意味です。今までの、前までのって意味。従来の今までの虫よけ成分、虫が来ないようにする、成分は何で作っているですよね。成分は入っていないんです。入っておらず。図は何々ないの意味です。これはよく出てきますね。N2 からよく出てきますね。覚えてくださいね。入っておらずは入っておりませんの意味。入っていない。だから今までの昔あるとか、前まであった、この虫が嫌いなクリーム、虫が嫌だ、この匂い嫌いって言って嫌だって思うものに入ってた、そのクリームに入っていたものは入ってないんです。この新しいクリームには。すごい。で何入ってんですかって言ったら、化粧品とかシャンプー、髪の毛洗うシャンプーに使われるもの、成分が入ってる。いい匂いですかって思いますよね。いいじゃない、どうしてこれが虫除けになるのって思ったんですけど、それに特殊が特別なってこと、特別な加工、特別にこう何かするんですね。もうちょっとこうなんかやる、クリームをもうちょっとする、何かをやるってこと、プラスアルファするってこと、加工するって言うんですけど、加工して蚊の対策に生かしてる。これをやると蚊がやだ、この匂い嫌い、やだ、この人間刺したくない、やだ、他の人のところに行こう、よーしってブーンって行くっていうことらしいです。でこれは私実験の写真を見たんですけど、本当に刺してなかったです。そのクリーム塗ってる人のこと。すごいね。だからこれちょっとタイだと特に多分もう人気かわかんないけど、多分もう買えると思うので、薬局とか行ってみたらいいかもしれない。はい。で日本でもこれがきっと買えるんだと思うので、日本に今住んでる人はちょっと心配だったら、薬局行ってこの虫除けクリームありますかって薬局の人に聞いた方がいいですね。はい。でまだあるんですよ。
まだまだ大丈夫ありますよ。ちょっと日本人頑張ってます。またある別の日本企業では顔寄せ付けない服の開発を進めており、これにマレーシアの研究者が関心を寄せて共同で商品化を目指している。はい、これはですね、またもう一つ別の、クリーム、さっきねこっちのクリーム作った会社があるんですけど、これとまた別の会社でこのデング熱はやばいって言って研究してて、洋服でも T シャツみたいなものでしたよ。 T シャツで、その服を着ると蚊がやっぱり刺したくない、やだって言って、臭いんですかね。蚊にとっては臭いんだと思う。蚊には嫌な匂い、人間には大丈夫、私たちは大丈夫だけど、やだっていうのを作って、それが蚊を寄せつけない、近くに来させない服を開発を今また続けていて、でこれにマレーシアの研究者たちが関心っていうのは興味です。イントラスト。なんだいいなってを寄せて、何ですかそれはって言って、私たちも一緒に作りたい、研究したいですと言って、共同で一緒に商品化、よし作って皆さんに売りましょう、買ってもらおうって言って商品にするってことを目指しています。今研究中で、知ってる人いると思うんですけど、このね顔を寄せ付けない服っていうのは実はもうあるんですね。あるんだけど、それは洗濯すると、水で洗ったり何回も洗うとその匂いが落ちてしまうっていうものが今まであったんですって。あるんだけど、この新しく作ってる、この日本企業で新しく作ってるのは、洗濯してもそのね匂いが落ちるとかそういうものじゃないんです。もう全然 T シャツの作り方が違うらしいんですね。生地がこの触った時のこの部分がね全然違う。ただ匂いを、蚊の嫌いな匂いを T シャツにつけてるから蚊が来ないっていう作り方じゃ全然違うんですね。作り方が違うから何回洗濯しても関係ない。蚊はずっと嫌がるっていう、だからすごいんですよ。だから新しいってことっていうのを作ってるらしいです。でマレーシアの、ね、研究者がなんでそれに興味を持ったかというと、やっぱりマレーシアではそういうデング熱にかかる人が多いから、今まであった何回か洗ったら匂いが落ちて蚊がねまた来てしまうっていう T シャツとかじゃダメだと。もう全然違うタイプのものが欲しいって言って、日本は今そういうのを作ってるんですか、いいですね、じゃあ私たちも一緒に考えたいですって言って作ってるっていうことらしいですね。だからこれ本当に早くね商品化してほしいですよね。私も着たいと思いますよ、本当そんなのあったら。はい、だから皆さんぜひきっとねこれに関しては暑い国の人の方が日本より早くこの服が買えるようになると思いますので、ちょっと新しい情報ないかなって思いながらいろいろニュースとか見てみてくださいね。はい、ということで長かったんですけど、今日はねこの7ページ皆さんと読みましたね。はい、皆さんの思ったこと、皆さんの知ってること、国でちょっとこのニュースどうなのか、困ってることとか、今こうですよ私の国っていうのをぜひ皆さんのお話聞かせてもらうの待ってますのでね、よろしくお願いします。あと皆さん本当に気をつけてくださいね、デング熱ね。クリーム塗るのがいいのかな、まずはね。はい、気をつけてください。で日本に住んでる人も関係ない話じゃないですからね、これから暑くなるから皆さんも気をつけてくださいね、日本の人。はい、ということで今日は蚊の病気、デング熱について、蚊についてお話ししました。
他にもですね、今まで私の YouTube でいろんなニュースのお話をしています。はい。新しいお金が、日本のお金ができますよっていうニュースとか、他いろいろ、はい、ありますので、よかったら YouTube チャンネルで見てみてください。で、あとは、JLPT 勉強中の人、そろそろ試験が近いですね。頑張ってください。N1 の人と N2 の人のは、読解が難しいので、私の YouTube でも読む練習をしてますので、よかったら見てみてください。ただこのニュースの YouTube も読む練習になるので、一緒に見るといいかなと思います。はい。で、あとはビジネス日本語、仕事の日本語を勉強したい人も、私の YouTube でいろいろ勉強できますので、ぜひ見てみてください。はい。で、あとは、プライベートレッスンも私はやってるんですね。それは YouTube じゃもちろんなくて、Zoom レッスンをしてます。これは学生さん一人と私で話しながら授業をしてますよ。はい。これの時も、例えば JLPT の読解、リーディング、の授業をしてもいいし、会話の練習してもいいし、JLPT のテストの勉強してもいいし、もうこれはね、人によってみんなバラバラそれぞれです。はい。ですので、やりたいこと一緒に勉強しましょう。はい。レベルも N5 から N1 のレベルまでいろんな人私教えられますので、よかったらぜひ来てみてください。きっとね、楽しいと思います。はい。あとビジネス日本語をプライベートレッスンでやってる人もいます。はい。で、あと会話練習の、Zoom レッスンもありますし、これはグループレッスン。で、ビジネス日本語のズームレッスンもあります。これもグループレッスンです。はい。クラス来ると、友達ができると思いますので、楽しいですね。やっぱりね。はい。皆さんと話しながら、勉強、ぜひやってみませんか？はい。私もいつも、楽しいです。はい。よかったらどうぞ。で、これについては私のオンラインレッスンのリンクを見てください。リンクは今日の、ライブチャットの一番上のとこと、あと、今日ライブ終わったら、メッセージのところにリンクを書いておきます。あと今ビデオのディスクリプション、説明のところにもリンクがもう書いてありますので、よかったらそちらから見てください。ね。で、最後皆さんのメッセージちょっと見させていただくと、操作の蚊が嫌だってねそう嫌ですね、本当嫌ですね。そうそう。で、ノルカネさんもメッセージいつもありがとうございます。でもね、ちょっとね、中国語私読めないのごめんなさいね。で、タイの人も書いてくれてますね。ありがとうございます。そう、蚊本当に何ですかね。なんだ、蚊なんて小さなものでしょ、虫でしょって私はね、日本にいた時は本当思ってたんですけど、本当にね、なんかもうちょっとやばい状態、やばいってちょっと思いました。このニュース知って。はい。飛行機乗って世界中に蚊が行きます。はい。だから、みんなの国でも危ない。そう。だから皆さん気をつけようって思います。はい。なので今日このニュースにしました。はい。